夜、車で通りかかった新築分譲地。どの家にも明かりが灯っていないのに、街灯だけが等間隔に全ての区画を照らしている。まるで生活の気配だけを先回りして用意したような、そんな不思議な光景を見たことはありませんか。岩観光察ラジオへようこそ。今日は新築分譲地のモデルハウス群がなぜあんなに街灯だけをこうこうと灯しているのか、その理由を静かに考えていきます。どこかで見たことがある景色を思い浮かべながら聞いてみてください。自分の住む町の近くにも似たような場所が一つくらいはあるかもしれません。新築の分譲地は通勤路や散歩の途中で一度は見かけたことがあるはずです。真新しい区画が何十軒も並ぶ様子は遠くから見ると一つの小さな町のようにも見えます。昼間その場所を通ると創生の重機や案内スタッフの姿が見えることもあり、これから始まる生活の準備を感じ取ることができます。上り旗が風にはためき、見学者らしい家族連れが車を止めている光景も珍しくありません。そうした昼間のににわいがあるからこそ、夜のこの場所は余計に対照的に見えてきます。ところが夜になるとその印象は少しずつ変わっていきます。分譲地の入り口には大抵大きな案内看板が立っています。全区画好評分譲中、モデルハウス公開中。そうした文字が街灯の光を受けてくっきりと浮かび上がります。看板の奥に広がる道路、舗装されたばかりで真っ黒で艶のある表面をしています。その道路の両側に等間隔に立つ街灯が一つ残らず灯っています。どの街灯も同じ高さ、同じ角度で同じ強さの光を放っています。近くに寄って見上げると街灯の柱にはまだ保護用のビニールが一部残っているものもあります。設置されてからまだそれほど時間が経っていないことがわかります。電線の配線もむき出しではなく、きちんと地中に埋められていて、見上げても空には電柱の一本すら見当たりません。その整いすぎた景色が逆に人工的な印象を強めているようにも感じます。この規則正しさがかえって不自然に感じられます。普段見慣れている住宅街の街灯は古いものと新しいものが混ざり、明るさにも微妙なばらつきがあります。しかしこの分譲地の街灯は全てが同じ規格で同じタイミングに設置されたものです。その均一さがまだ人の生活が一度も入り込んでいないことを静かに物語っています。車を止めた外に出るとアスファルトの匂いがまだかすかに残っていることに気づきます。出来上がったばかりの街だけが持つ独特の匂いです。数ヶ月もすればこの匂いも消えて、どこにでもある住宅街の匂いに変わっていくのでしょう。未だ消しかかぐことのできない一時的な匂いなのだと思うと少し不思議な気持ちになります。道路に引かれた白線も擦れた跡が一つもありません。車のタイヤ痕もなく、歩行者の足跡もない。ただ真新しい白さだけが街灯の光の中に浮かんでいます。なぜ新しさが安心ではなく違和感になるのでしょうか。理由の一つは生活の痕跡が全くないことです。私たちは無意識のうちに道路や建物の使用感からそこに人がいることを感じ取っています。擦れた白線、すり減った縁石、色あせた標識、そうした小さな痕跡がその場所に人の生活があることを証明してくれています。真新しいままの道路にはその証明がありません。
だからこそ整備が行き届いているはずなのに、どこか現実感が薄く感じられるのです。もう一つの理由は規則正しさそのものです。人の手が入った空間には本来ある程度の不揃いさが生まれます。自転車が斜めに止められていたり、物干し竿が少し傾いていたり、そうした小さな乱れが生活の実感を支えています。まだ誰も住んでいない分譲地にはその乱れが一切ありません。均一に並んだ街灯とまっすぐな白線だけが規則正しく続いています。価格ごとに建てられた販売中を示す小さな旗もすべて同じ向きにきれいに揃っています。風向きすらまだこの町に影響を与えていないかのようです。さらに奥へ進むとモデルハウスが見えてきます。大きな窓から暖かい色の明かりが漏れています。一瞬だけまだ誰か作業をしているのだろうかと思ってしまいます。しかしよく見るとその明かりは一晩中同じ強さで灯り続けています。近づいて確認するとリビングにはソファが置かれ、テーブルの上には食器まで並べられています。観葉植物が飾られ、壁には額縁に入った風景写真までかけられています。生活に必要なものは一通り全て揃っているように見えます。けれどそこに人が座っていた形跡はありません。食器はきれいに並べられたままで使われた様子が全くないのです。このモデルハウスの明かりは人が住んでいるからではなく、住んでいるように見せるためにつけられている明かりです。なぜ作られた明かりはこれほど落ち着かないのでしょうか。理由の一つは明かりが本来持っている意味とのズレです。家の窓の明かりは本来そこに人がいることのサインです。暖かい光を見ると私たちは無意識に誰かがそこで過ごしていると感じ取ります。ところがこの明かりはそのサインだけを借りて中身が空っぽの状態です。サインだけがあって実体がない。このズレが説明しにくい落ち着かなさを生み出しています。置かれた家具が生活感を演出するために計算して選ばれたものだと分かると、暖かく見えていた部屋が急に舞台装置のように見えてきます。もう一つの理由はその明かりが自分に向けられたものではないと気づくことです。普通家の明かりはその家の住人のために灯されています。しかしモデルハウスの明かりはこれから見に来る不特定多数の人のために用意された演出です。誰か個人のためではなく仕組みのために灯る光。そう考えると暖かいはずの光が急に無機質なものに感じられてきます。不動産会社の担当者が毎晩決まった時間にこのタイマーだけを確認しに来るのかもしれません。その光景を想像すると明るい部屋の裏側にある仕組みだけが浮かび上がってきます。窓の外からもう一度とリビングを覗き込むとテーブルの食器が一つもかけていないことに気づきます。生活には本来使ううちに生まれる小さな掛けや傷があるはずです。その気配がどこにもないのです。床にもまだ生活の重みでできる沈み込みの跡がありません。歩くたびにきしむ音もまだこの家では一度もなったことがないはずです。モデルハウスを離れ、さらに区画の奥まで歩いてみることにします。すると少し様子が変わってきます。手前の区画にはすでに家が建ち、車が止まっている家もあります。ところが奥へ進むにつれてまだ更地のままの区画が目立つようになっていきます。
同じ通りの中にすでに生活が始まった家とこれからの区画が隣り合って並んでいます。一方には洗濯物を干すベランダがあり、表札にはまだ新しい名字が掲げられています。もう一方には何もない土の地面が広がり、基礎工事の予定を示す小さな栗が打たれているだけです。同じ街灯の光の下、同じ道路の両側に全く違う時間が同時に存在しているのです。なぜこの隣り合わせはこれほど落ち着かないのでしょうか。理由の一つは時間のずれを一度に見せられることです。普段私たちは一つの場所には一つの時間しか感じません。しかしこの分譲地ではすでに生活が始まった未来とまだ何もない現在が同じ視界の中に並んでいます。その落差を一度に処理しきれないまま歩くことになるのです。数年後にはこの境界線もなくなり、通り全体が同じような生活の気配で埋め尽くされているはずです。その時初めてこの町は名前だけの分譲地ではなく本当の意味での一つの住宅街になるのでしょう。しかし今夜だけはその境界がくっきりと残ったままになっています。境界の位置に立って振り返ってみると、これまで歩いてきた道のりが一つの時間の流れのように見えてくることがあります。入り口から奥へ進むほど未来から現在へ少しずつ巻き戻されていくような不思議な感覚です。もう一つの理由は自分がどちらの時間に属しているのか一瞬わからなくなることです。すでに人が住む区画を見れば少し先の未来を感じます。しかし更地を見ればまだ何も始まっていない今この瞬間に引き戻されます。その切り替えが短い距離の中で何度も起こることが歩く人の感覚を少しずつ揺さぶるのです。家が建った区画の窓にはカーテン越しに淡いテレビの光が漏れています。その数メートル先では何も遮るものがなく、更地の向こうまで街灯の光が届いています。同じ通りの中にプライバシーが守られた場所と何も隠すもののない場所が並んで存在しているのです。ここまで3つの場面を見てきました。真新しい道路と街灯の規則正しさ、演出のためだけに灯るモデルハウスの明かり、生活が始まった区画とまだ何もない区画の隣り合わせ、どれも決して何か特別な出来事ではありません。ただこれから生活が始まるという前提だけが先に整い、肝心の生活そのものがまだ存在していないのです。道路も街灯も上下水道の設備も電気やガスの配管も全てが生活を迎えるために先に用意されています。家という入れ物が整ってから生活という中身が少しずつ注がれていく。その順番のズレが夜のこの時間帯にははっきりと見えてしまいます。これは何か不吉な出来事の予兆ではありません。むしろ逆で未来のための準備がここまで完璧に整っているからこそ、その空白がくっきりと見えてしまうという静かな発見です。新築という言葉には本来明るい響きがあります。新しい生活、新しい暮らし、新しい始まり。しかしその明るさの裏側にはまだ何も始まっていないという静けさが必ず張り付いています。広告のチラシに映る完成予想図の中の家族はいつも笑顔で写っています。けれど今夜この場所にはその笑顔の主はまだ一人もいません。写真の中の生活と
目の前の静けさとの間にある距離が妙にくっきりと感じられます。チラシの片隅に書かれたあなたの新しい物語がここから始まりますという一文も、今夜のこの静けさの中ではまだ誰のものでもない言葉のように見えてきます。数ヶ月後、この分譲地にはそれぞれの生活の音が戻ってくるはずです。いえ、戻ってくるという言い方は正しくないのかもしれません。この町にはまだ一度も生活の音が存在したことがないからです。これから初めて生まれてくる音なのです。今この瞬間の静けさはこれから生まれる音の岩場下書きのようなものです。まだ何も書き込まれていないまっさらな五線譜を見ているような感覚に近いのかもしれません。子供の声、テレビの音、夕食の匂い、そうした気配が一つずつ増えていくことで、この街は本当の意味で街になっていきます。今この瞬間だけがその玉への静かな時間なのです。同じ場所を数年後にもう一度訪れることができたなら、きっと今夜のこの静けさを思い出せなくなっているはずです。それくらい生活の音というものはいつの間にか街の一部として自然に馴染んでしまうものなのでしょう。だからこそまだ何も始まっていない今夜のこの静けさは二度と同じ形では訪れない特別な時間なのかもしれません。この違和感に名前をつけるなら、まだ始まっていない生活の気配なのかもしれません。先に灯った街灯の光、演出のためだけのモデルハウスの明かり、そのどちらもが同じ一つの感覚、生活のための設備だけが整い、生活そのものがまだ追いついていない感覚を静かに支えています。道路も街灯もモデルハウスの明かりも、すべてはこれから始まる暮らしを迎え入れるための静かな準備なのだと思います。この違和感を知ってから新築分譲地の前を通ると、少し違った目で見てしまう人もいるでしょう。それは決してこの町を敬遠するということではなく、生活が始まる前にしか味わえない静かな一瞬に気づけるようになるということです。次に新築の分譲地の前を通りかかったら、少しだけ街灯の並びと窓明かりを意識してみてください。いつもと同じ夜の景色のはずなのに、少しだけ違う時間に感じられるかもしれません。その街灯の下をこれから何人もの人が何気なく通り過ぎていくことになります。その一人一人の生活が少しずつ積み重なっていく様子を静かに想像してみるのも悪くないかもしれません。今夜だけしか味わえないこの静かな時間を少しだけ覚えておいてもらえたら嬉しいです。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。